ねえねえ、すみれ。最近、なんかすごいニュースを見たんだけど、ハリウッドでガンダムの実写映画を作るって本当？ええ、そうなのよ。実は先日、デッドラインという海外メディアからガンダムの実写映画の制作が始動したという独占記事が出たの。でもこの話って前にも聞いたような、いつからの話なの？実はね、この話の始まりは2018年まで遡るの。サンライズとレジェンダリーがガンダムのですね実写映画化に向けて共同開発することにしました。今回のプロジェクトはですね単なるライセンスや出資ではなく共同開発ということに大きな意義を感じています。ガンダムが間もなくですね40周年を迎えるのでその大きなプロジェクトの一つとして実写化を考えました。レジェンダリーが今まで数多くのですね素晴らしい作品を作っているのを見てですねパートナーシップに組むのはベストな相手であるというふうに思って共同開発をすることに決定しました。シナリオとかですねメカのデザインについてレジェンダリーとサンライズが共に納得できるまで協議を続けて合意の上で次のステップに行きたいというふうに考えております。ガンダムシリーズはですねここにいらっしゃる皆さん方にとりましても世界中のファンの皆さんにとりましても我々バンダイナムコグループにとりましてもですね非常に大切な作品であるとそのように考えています。共同開発の合意に至るまでのプロセスをですね私が見てですねこれなら間違いないとそのように確信できる作品をですね生み出すことができると私は確信しております。バンダイナムコグループとしてもですね今回の開発に対しては最大限のサポートをしてまいります。ガンダムはですねこれまでにたくさんのイノベーションを重ねて進化をしてまいりました。今回ガンダムファンの皆様の予想をですねまたさらに超える新しいイノベーションに私自身も大いに期待をしています。と、その年のアニメエキスポでレジェンダリーというハリウッドのスタジオとサンライズが手を組んで実写映画を作ると発表があったのよ。じゃあもう6年も経ってるってこと？なんでこんなに時間がかかってるの？そこが重要なポイントなの。実は最初の計画では、キングコング、ドクロ島の巨神のジョーダン・ボット・ロバーツ監督が監督兼プロデューサーを担当し、脚本をブライアン・ケイボーンが担当して、ネットフリックスで配信する予定だったのよ。そして、2018年に制作の発表をして、その3年後の2021年にはコンセプトアートまで公開されたんだけど、でも何かうまくいかなかったの？そうなのよ。計画は一度トンとしてしまって、当初の監督含め、ネットフリックスもこの計画から降りてしまっているの。内部でどんな問題があったのかはわからないけど、相当な事情があったと考えられるわ。へえ、でも今回また動き出したってことは、新しい監督が決まったってこと？そうなの。スイートトゥース、鹿の核を持つ少年というネットフリックスドラマに関わっていたジム・ミックルさんが新しく監督と脚本を担当することになったのよ。その人って実力のある人なの？スイートトゥースは、非評価から高い評価を受けていて、非評価92%、視聴者評価78%という良い成績を残しているのよ。でも、ガンダムの実写って前にもあったような気がするんだけど。よく知ってるわね。2000年に G セーバーという実写映画が日本とカナダとの共同制作で作られているの。ただ、この作品はあまり評価が高くなかったわ。じゃあ今度も失敗しちゃうかも？ファンの人たちはどう思ってるの？実はね、ファンの間では計画はもっと進んでいると思っていました。まあ、まだまだワクワクしていますが、もう少し待ちます。数年後には誰かがこれに返信しているのが目に浮かびます。と、少し不安の声が上がっているの。特に当初の発表から6年も経っているのに、まだストーリーの詳細が何も明らかになっていないことが心配されているわ。でも、サンライズ、今はバンダイナムコになったんだよね。そこが関わってるなら大丈夫じゃない？鋭い指摘ね。確かにバンダイナムコが関わっているのは心強いわ。でも、面白いのは、ネットフリックスが降りた理由についての推測よ。どういうこと？実はね、ネットフリックスが降りた理由について、作品のクオリティを重視するサンライズ側と意見が合わなかった可能性があるって言われているの。これって、むしろファンにとっては良いサインかもしれないわ。どうしてそう思うの？だってネットフリックスって、最近のコンテンツで色々と物議を醸しているでしょう。オリジナルの作品の方向性を大きく変えてしまうことも多いから、ガンダムファンとしては心配な部分もあったと思うの。そういえば新しい制作開始の時期って決まってるの？2025年から制作開始予定みたいよ。ということは、実際の公開は早くても2027年か2028年になるかもしれないわね。そんなに先なの？
待ちきれないよ。でも、最初の発表から10年近く経っちゃうってことだよね。そうなのよ。きっと企画発表から10年なんて宣伝文句で売り出すんじゃないかしら。でも、すみれ、なんかみんなあんまり盛り上がってない感じがするんだけど。鋭いわね。実際、この新しい発表に対する SNS での反応もそれほど大きくないの。デッドラインの記事へのいいねも135件程度で、コメントもほとんどないのよ。それってみんな期待してないってこと？というより、長すぎる開発期間で興味が薄れてしまった部分が大きいんじゃないかしら。ただ、新しい監督を迎えて、より良い方向に進む可能性もあるわ。でも、気になるのは、どのガンダムの話をやるのかな？ファーストガンダム？それとも逆襲のシャア？それがね、まだ何のガンダムを実写化するのかも発表されていないの。45年の歴史がある中で、どのタイムラインやストーリーラインを選ぶのか、それとも完全新作なのか、これからの発表を待つしかないわね。でも、もしかしたら素晴らしい作品になるかもしれないよね。そうね。私たちにできることは、焦らず見守ることかもしれないわ。ガンダムのファンとして、良い作品になることを願うしかないわね。そうだね。どんな作品になるのか、楽しみに待とう。でも10年は長すぎるよ。ふふふ。その通りね。じゃあ、今日はこの辺で終わりにしようか。みんな、最後まで見てくれてありがとう。動画の感想は、下のコメント欄で教えてね。もし、この動画が役に立ったと思ったら、高評価とベルマーク。チャンネル登録まだの方は、チャンネル登録もよろしくお願いします。では、また次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。